I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down. 皆さんこんにちは、白玉ファミリーのママさんです。今回はいつも背景に映っていますこちらの本棚、本棚のご紹介をしたいなと思います。こちらの本棚は、読んだ本を既読作品ばっかり並べているんですけれども、以前もね、動画投稿させてもらっています。本棚紹介の動画を投稿させてもらっています。ただそこから、だいたい100冊近く増えたかなと思います。だいたい1年前から100冊近く読んでいますので、その分がまたね増えていますので、はい、新たになった本棚を今回ご紹介したいなと思います。で、並んでる順番としては、作者さんのお名前50音順で並んでます。ちょっとね本屋さんっぽくしたくてそんな風に並べています。なので、マス目順になっていますので、順番に1マスずつご紹介していきたいなと思います。なので一番最初はあ行の作家さんのお名前の作品からご紹介という形になります。はい、ぜひ動画最後までお付き合いください。はい、まずは1マス目ですね。単行本は、こんな感じです。性欲ですね。浅井亮さんの性欲、こちらは、最近実写化もして話題かなと思います。私にとって初めての浅井亮さんの作品だったんですけれども、固定概念をぶち破ってくれる非常に印象的な作品でした。で、文庫の方は伊坂幸太郎さんの作品が並びますね。ちょっといくつか知り合いに貸している作品があって今手元にないのもあるんですが、こんな感じです。で、最近読んだ伊坂さんの作品だと、謎の文庫フェアでも常連の週末のフールですね。週末小説なんですけれども、週末設定を描いた小説で、さらには群像劇になっています。多人数視点だからこそ感じられるリアリティがあったかなと思います。こちらも非常に面白かったです。伊坂幸太郎さんの作品でね、よくあるちょっとユーモアもあったりして非常に面白かった作品です。はい、1マス目の本をちょっと広げてみました。全部ちょっとね平置きにできなかったんですが、できる分だけ広げてみました。はい、こんな感じですね。はい、広げた本の中からちょっといくつかね、ちょっと深掘りして喋ってみようかなと思うんですが、やっぱりねこれちょっと動画でもご紹介してるんですけど、こちらですよね。汝星のごとく、本屋大賞も取られている汝星のごとくの、紀ノ国屋書店限定の特装版でございます。はい、ダブルカバーになってまして、中は既存のねカバーなんですけれども、ダブルカバーになっていて素敵な表紙のものになっているんですが、これがね、見どころとしては凪良優じゃなくて青の貝っていう風になってるんですよ。この作品のところがね、物語としては、明美ちゃんと海くんの、2人の恋愛物語なんですけれども、この汝星のごとくっていう作品を、青の海くんが書いているっていう物語なんですね。構成としてはそういう風になっていて、その構成のままなってるわけですよ。青の海くんが書いているっていう、体でなってるんですよね。なのでこの物語を読んだ人だったらこの想定ね結構グッとくるかなと思います。物語としてもこの青の海くんが書いているっていう流れっていうのは結構ね感動のシーンなので、読んだ方なら結構グッとくるんじゃないかなと思って、はい、大事にさせていただいているものです。はい、あとはちょっとね今手元にないんですけれども、人に貸してて今手元にないんですけれども、綾辻ゆきとさんの10回区間の殺人ですよね。もう皆さんご存知のあちらの手元にないのにお話しするんですけれども、Hulu で実は実写化するっていうの知ってましたか？今年の3月から Hulu で独占配信ということで実写化されるそうで、いやちょっとね内容として小説の方は知ってるので、物語としてちょっと怖いお話っていうかな、いっぱい人が死んじゃうので、ちょっとビビるの私は見れないかなと思いつつも、実写化したらどんな感じになるんだろうっていうのが非常に気になっています。あとは実は、動画ではご紹介してなかったんですけど、推しもゆの実は文庫の方も買ってます。単行本の方も、買って読んでるんですけれども、文庫も実は買ってて、なんでかっていうとここにね解説
プラス、文庫版後書きということで、著者ご自身がね、宇佐美凛さんが書いている後書きがあるんですよ。これ読みたいなと思って買ったんですよ。あと想定がね、可愛いっていうのもあるんですけれども、後書きが読みたくって買いました。後書きって物語とはちょっと離れた著者のお言葉っていうのが読めるから、後書きを読むとより一層ね著者のお人柄みたいなのが感じられる気がして、私は結構ね後書き解説まできっちり読む派です。はい、次は2マス目ですね。単行本の方はちょっと数は少ないんですが、江坂幸太郎さんの単行本もあります。クジラ頭の王様は、文庫化もしているんですけれども、私は単行本の時に読んでいます。文章と漫画で、物語が進んでいくというちょっとね変わった構成になっています。さらに言うと夢の中のお話なんかも要所要所に入ってきまして、非常にねそのお話が、その構成が非常に重要なポイントにはなるんですけれども、私が読んできた江坂幸太郎さんの作品の中では、ちょっと毛色が違うと言いますか、ちょっとファンタジー味も感じられる作品でした。ですがね、もちろん江坂幸太郎さんの作品ですから最後の伏線回収は圧巻でございました。はい、文庫の方は結構ねシリーズ作品が並びますね。シリーズ大好きなので、シリーズ作品がたくさん並んでおります。はい、2マス目はこんな感じです。はい、ちょっとね並びきれてないのもありますが、こんな感じになっています。シリーズが多いのでね似た表紙が並んでいるかなと思います。はい、で2マス目ちょっとねいくつかピックアップしてお話ししたいんですが、私は一穂道さんの作品3冊持ってて、どれもね大好きで面白い作品なんですけれども、特にあえて1冊選ぶなら私はやっぱりこの光のとこにいてねが本当に大好きです。2人の女性の、半生を追いかけていく作品なんですけれども、本当にね笑いあり涙あり、感動あり、いっぱいねいろんな感じをさせてもらえる作品で本当に読み応えがあって面白かったです。一穂さんの作品ってちょっとねクスッと笑える内容が散りばめてくださっているので、その点も私的にはすごく好みな作品でした。はい、あとは岩原慎さんの8月の銀の雪ですね。こちらも文庫化もしてますね。はい、こちらもすごく大好きな作品で、科学の揺るぎない真実が傷ついた人たちの心を癒していく、心を救っていくという短編集になっています。とってもね、終始読み心地よくって心地よい読み心地がとってもね印象的でした。ちなみに、昨年の10月かな、湯原慎さんの最新刊、空渡る教室という作品も非常に気になっています。はい、次は文庫なんですけれども、初めての私の上橋菜穂子さんの初めての上橋菜穂子作品鹿の王ですね。文庫だとシリーズが4冊と、あとちょっと番外編みたいな感じのもあります。全部読んでますね。はい、もう本当に面白かったです。ちなみにアマプラで、配信されていた、アニメ映画の方も見まして、アニメ映画の方は、物語の構成としては、このね文庫だと4冊分を、ギュッとしてる分、ちょっとはしょられてる部分もあったなとは思ったんですが、映像美が何といってもとっても素敵でしたね。はい、綺麗、とってもね終始綺麗で、印象に残りました。あとは、ずっと追いかけてる准教授高槻明の推察シリーズ、読んでるのがこれ何巻だ、7巻だ、すいません、7巻まで読んでます。8巻も、購入はしているものの積読になってますね。はい、7巻まで一応既読になってます。はい、多分ね、ラノベに該当するのかなとは思うんですけれども、普段割と私は骨太な作品が好きなんですけれども、そんな私も大満足のシリーズ作品で、大好きだからこんだけずっと追いかけてるっていうのも、見たらわかるかなっていう感じなんですが、物語内容としてもかなり満足度の高いシリーズで、はい、引き続き追いかけていこうと思ってます。もしかしたらもうそろそろシリーズも終焉に向かいつつあるのかなと思っているので、予想ですけど、あくまで予想ですけど、そろそろ終焉に向かいつつあるのかなと思っているので、味わいながら読んでいこうと思ってます。はい、3マス目ですね。単行本の方は本屋大賞の候補作が
多いかなと思います。私本屋大賞大好きで、ここ数年は候補作10作品全部読んでるので、自然とね本屋大賞候補作の作品多くなりますね。偶然にも日本の小説国内1位本屋大賞1位の爆弾と、海外小説1位の我ら闇より天を見るの方が偶然にも並んでおります。はい、あと文庫の方は、大好きな辻村瑞希さんの作品が並びます。ちなみにここから怒涛の辻村瑞希作品が並んでいきます。はい、3マス目ですね、並べました。こんな感じです。文庫の方は辻村瑞希さんの作品だったり、知念幹人さんの作品なんかもあります。単行本の方は本屋大賞ノミネート作から、ミステリーが多いかなと思います。はい、こんな感じです。はい、3マス目ですね。まず単行本の本ちょっとお話ししていきたいんですが、こちらですね、加藤茂明さんのオルタネート。はい、こちらも文庫になってたかなと思うんですけれども、はい、高校生の群像劇になってます。で、高校生の群像劇にプラス、高校生限定のマッチングアプリオルタネートというものが必需品となった時代、そういう設定で進んでいきます。架空のオルタネートというマッチングアプリがあるものの、描かれていくものは、高校生たちのみずみずしい青春とリアリティのある高校生たちの姿が描かれていて、とってもね面白かったです。最近読ませてもらった慣れの果てという作品とはまた全然ね違う作風で、はい、すごくね驚いたのを覚えてます。で、文庫の方はもう大好きな辻村瑞希さんの作風が並ぶんですよ。めちゃくちゃあるんですけれども、動画であんまりがっつりご紹介してなかった作品で言うと、0807っていう作品と子供たちは夜と遊ぶっていう作品、ちょっとこれね、ちょっと深くちょっとこちらの2作品ちょっとお話ししたいと思うんですが、0807の方は母娘の関係性をテーマとした作品でして、で物語の起点としては娘が母親を殺してしまったという事件が物語の起点となっています。結構ね辛い内容とかもあったりするんですけれども、読後感は案外ねすっきりした形で締めくくってくれます。タイトルがねなんで0807なのかなっていうのは0807なのかなっていうのは、最後に明かされるんですけれども、その伏線回収が圧巻で非常に印象的でした。で次はこっちですね、子供たちは夜と遊ぶ。これ上下巻にわたる長編なんですけれども、大学生が連続殺人事件に巻き込まれていくという内容になってます。あらすじになってます。で結構ねその連続殺人の、事件の殺害シーンとかも結構詳細に描かれまして、要は犯人視点があるんですよね。なので結構ね殺害シーン結構グロくて、私は読んですぐぐらいはしばらくトラウマというかちょっとね怖かったのを覚えてます。ただ、物語としても非常に面白くって、先が気になってあっという間に読了していました。怖かったけど読んでよかったなって思った作品ですね。怖かったって言ったんですが、私はかなりビビりなので、そういう風に捉えているんですが、もしかしたら普通の方はそれぐらいかな、結構流せる範囲なのかもしれません。ちょっとこれはわからないですけれども、はい、気になるという方はねぜひ手に取ってもらいたい作品です。はい、4マス目ですね。上段は最後になります。単行本も、辻村瑞希さんの作品が並びますね。私にとって、辻村瑞希沼にハマったきっかけの鏡の古城の単行本もあります。もうこちらはね単行本でも読んだし、文庫も多分ね2回ぐらい読んでるんですよね。なので生涯で一番読み直している作品かなと思います。アニメ映画化もしていますのでね、知っている方も多いかなと思います。文庫の方も辻村瑞希さんの作品が並びますね。もうどんだけ好きなんだよって感じなんですが、たくさんあります。動画でご紹介したかもしれませんが、あんまりがっつりは紹介していない作品でいうと、氷のクジラなんかがね特に好きな作品です。
父親を亡くし母親は病院で入院中、一人暮らしを余儀なくされた女子高生リホコが主人公の作品です。ちょっと不思議なね設定もありつつですが、最後はね驚きの展開、どんでん返しが待っていまして、もうこちらも大好きな作品です。またね辻村さんはドラえもんが大好きっていう風に公言されているんですが、辻村さんのドラえもん愛も非常に感じられる作品で、とっても印象に残っています。はい、4マス目ですね。1列目は最後のマス目になります。単行本の方は、辻村瑞希さんの作品が多いですね。はい、ドラえもんが書いている本、こちらもしかしたら知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、辻村さんってドラえもん大好きっていうふうに公言されてるんですけども、この年のドラえもんの映画を辻村さんが、書き下ろしていらっしゃったんですよね。で辻村瑞希ファンといたしましてはやはり気になると思いまして、原作小説を買って読んだ上で映画の方もドラえもんの映画の方も映画館で見に行きました。はい、もうね大好きな人のことはもう本当に追いかけ回してしまうんですけれども、物語というかドラえもんの映画としての構成も面白くって、最後ちょっとね驚きの展開なんかもあって、いやさすが辻村さんだなと思ったのが本当に覚えてます。ドラえもんの映画も久しぶりに見たんですけれども、すごいよくって結構ねうるっとしてしまったのを覚えてますね。はい、で文庫の方も辻村さんの作品が並びます。はい、あと堂場俊一さんのバビロンのひもじっていう作品も、堂場さんといえば警察小説かと思うんですが、これはね警察小説ではないんですけれども、とっても面白かったです。暗号が隠された石板の秘密をめぐる物語で、結構ねカーチェイスなんかもあったりして、まるでこう洋画を見ているかのような物語ですごく面白かったです。あれね実は上下巻になってて結構長編なんですけれども、あっという間に読んだのを覚えてます。すごい面白かったです。はい、4マス目ですね。はい、単行本からお話ししようと思うんですが、ちょっとねまた辻村瑞希さんのお話になるんですけど、最近文庫化もした傲慢と善良、私は単行本の方で読ませてもらってます。このね装丁もとっても綺麗で、本屋さんでこの女の子と目が合っちゃったらちょっと買わずにはいられないんじゃないかなっていうか印象的な装丁かなと思います。こちらはね作品としても文庫化した上に70万部も売れている、さらには実写映画の方も決まっているということでね、話題にこと書かない作品かなと思います。消えた婚約者マミを探すかける視点と、その消えた婚約者マミ視点と、この男女2人の視点を入れ替わりながら進んでいく恋愛ミステリーです。これぞ辻村瑞希さんの作品っていう感じで、ミステリーとしての面白さももちろん最高ですし、人間模様のね、人間心理の複雑さなんかも丁寧に描かれていて本当に面白い作品でした。あとは文庫の方は最近ねハマっちゃった中山七里さんですよ。こちら2作品ハマっちゃったといえど、まだ2作しか読めてないんですが、この2作Kindle でもう1冊読んでるかな。なので作品数的には3冊を読んでます。でこの死にゆく者の祈りっていうのは夏の文庫フェアで対象本になってて買わせていただいたんですけども、死刑囚になり公主台へ向かう親友の魂を救うべく、奮闘する、教会士、お坊さんですね。教会士が主人公の物語です。タイムリミットもののサスペンスもありどんでん返しもありで本当に来る手が止まりません。これはめちゃくちゃ面白かったです。結構ねちょっと辛いシーンなんかもあるんですけれどもやっぱ面白かったですね。で私は Kindle で読んだんですけれども守られなかった者たち、これもね映画化してるんですけれども、これがね映画の表紙かなと思うんですが Kindle で読んで面白かったので、文庫でも買っちゃったということでね、はい、もうオタク感満開ですけれども、はい、こちらもめちゃめちゃ面白かったです。2023年のマイベスト、面白かったマイベストにも上位に入れさせてもらった作品なんですよね。はい、なので、詳しいお話というか感想はそちらの動画で熱く語っていますので、ぜひそちらの動画に遊びに来てもらえたらなと思ってます。実写映画の方もね見ようかなと思ってるところです。はい、2列目に来ました。5マス目ですね。こちらには、ちょっとプーさんが出ますが、はい、単行本と文庫こんな感じです。
こちらも単行本は本屋大賞ノミネート作が並ぶかなと思います。本屋大賞受賞されている 52Hz のクジラたちがありますね。こちら最近知ったんですが実写化されるそうですよね。はい、物語としては結構悲しいお話なんですけれども、ラストは少し希望が持てる終わり方をしてくれます。あとは文庫は、大好きな作家さんの一人である原田マハさんの作品が並びますね。いくつか読んでいますが、原田マハさんはじめまして、原田マハさんの作品読んでみたいなっていう方はまずはね、楽園のカンバス手に取ってもらいたいなと思います。有名な賞も受賞されている面白さお墨付きの作品で、私も大好きな一冊です。はい、5マス目ですね。5マス目はこんな感じです。単行本の方はこちらも本屋大賞ノミネート作が多いですね。あと東野圭吾さんのラプラスの魔女シリーズ最新刊の方は単行本で購入して読んでいます。文庫の方は原田マハさんの作品が並びますね。はい、大好きなのでたくさんあります。あと7回死んだ男は Kindle で読んでめちゃくちゃ面白くって、文庫の方も購入したという経緯があります。はい、5マス目ですね。単行本からちょっとお話ししたいんですが、さっきもねちょっとちらっとお話ししたんですが、白園子さんの 52Hz のクジラたち本屋大賞受賞作です。こちら私読ませていただいているんですが、さっきもねちょっとお話ししたんですけど実写映画されるんですよね。それを私最近知りまして、杉咲花さん主演で、実写映画化されるということで、はい、広告動画、フルサイズ見ました。杉咲花さんが演じられる、主役の、主人公のきなこっていうね女の子は、母親から虐待を受けているんですよ。でなかなかね、辛い生い立ちの女の子を演じられているんですけれども、結構ね演じる杉咲さん側もすごく大変なんだろうなっていうぐらい、とっても辛いことが多いし複雑な環境にいる、女性ですし、はい、とてもね難しいと思うんですが、広告動画を見る限りでは本当に見事に演じられているなっていう風にちょっと僭越ながら思ったところです。あと広告動画フルサイズ見た中で、個人的に一番印象に残ったのが、主人公のきなこを、助ける、母親から虐待されているその環境から助けてくれる救世主役にアンさんっていうね、男の人が出てくるんですけれども、それを志尊淳さんが演じられてたんですけれども、志尊淳さんって有名ですよね。でその志尊さんがアンっていうキャラクターはとってもね複雑なキャラクターなんですよ。この作品読んだことがある方はねよくわかるかと思うんですが、その複雑さを見事に体現されていて、正直ね広告動画見た中で、一番印象に残りました。いやーすごいな、もう立ってるだけでまさにアンさんだなってわかるような雰囲気で、いやーさすがだなって思いましたね。とっても印象に残りました。気になる方はぜひね調べてみてほしいです。フルサイズの広告動画見てほしいです。はい、で文庫は、動画でもねあんまりご紹介していない作品をちょっとお話ししようかなと思うんですけど、百田直樹さん、有名なね百田直樹さんの作品実はあるんですよ。永遠のゼロと影帽子と、海賊と呼ばれた男上下がまだあっちに残ってるかな、上下です。はい、なので3作品読んでます。で永遠のゼロの方はもう実写映画もねしてて皆さん知ってる方も多いかと思うんですけれども、特攻隊を、テーマとした作品でもうこれは涙なくしては読めませんね。はい、ただもう戦争、あったことですから、戦争あった事実としてあったものをテーマとしてもいますので、特攻隊も事実あったわけですから、日本に住むなら日本人ならば読んでおくべき作品なのかなと、ちょっと勝手ながら思っている作品です。でこの、影帽子っていう作品ねご存知かなどうかなこちらは、友達にね勧めてもらって買って読んだ作品なんですよ。これもねすごい良かった。めちゃくちゃ泣けます。江戸時代を、物語の舞台としていまして、頭もよくって頭脳明晰、武道も完璧にこなす、そんな男がなぜ不遇な死を遂げてしまったのか、
それを、その亡くなった男のちぐばの友であった正蔵がその死の真相に迫っていく、追いかけていくっていう構成ですね。物語としてもなんで不遇な死を遂げたのかっていう謎を追っていく、ちょっとミステリーとまでは言わないけどちょっと謎解きっぽい感じもあって面白いんですけれども、やっぱなんといっても最後ですよ。もう泣けますもうねほんと泣けました。めちゃくちゃいい作品です。はい、下巻を持ってきました。海賊と言われる男、上下巻にわたる長編なんですけれども、こちらは実写映画もしてますよね。私実写映画の方ももちろん見ております。はい、出光興産創業者の出光佐三をモデルとした作品ですね。日本が、戦争に負けてからそこからね焼け野原から復興していくその日本を舞台に、自分の道を信じ生き抜く、そんな男、まっすぐな男の姿に胸を打たれます。こちらもめちゃくちゃ面白いです。傑作だと思ってます。はい、6マス目お隣来ました。単行本は、村上春樹さんの作品があります。読んだのがねずいぶん前なのでちょっと色あせてしまってるんですが、1984も実は読んでいます。単行本の時にね読んでいます。数は少ないんですがいくつか読んだ村上春樹さんの作品の中でも個人的には上位に好きな作品です。そして文庫の方は東野圭吾さんの作品が並びますね。こうやって背表紙並べてみるといかに白夜行玄也がページ数多いかっていうのがよくわかりますよね。ドンキ本としても有名な作品がやっぱりドンキ本だなという感じですね。白夜行も玄也もページ数こそ多いんですが物語が非常に面白いので案外ね読み切れてしまう作品かなとも思います。単行本は村上春樹さんの作品だったり本屋大賞ノミネート作だったり、あとは直木賞、候補作前作読みましたっていう動画を撮るために、購入させてもらった「ミカエルの鼓動」だったりもあります。今年の上半期の直木賞候補作前作読んだ感想も、動画投稿していますので気になる方はぜひチェックしてもらえたらなと思います。直木賞は結構私の読書傾向と近くって結構ね好きな作品が多いですね。はい、なので毎回楽しみにチェックさせてもらってます。あと文庫の方は、東野圭吾さんの作品が並びますね。はい、ガリレオシリーズは3冊までしか読めてないんですが、シリーズ全作読もうと思っているところです。あとはホリー・ジャクソンさんのピップシリーズ、こちらも読んでいます。はい、6マス目ですね。まずは単行本ちょっとお話ししたいんですが、やっぱりねこれですよ。もう皆さん読まれましたか？これはもう衝撃が半端ないんですよ。もう読んだ方ならねもう皆まで言うなっていう感じかもしれませんが、もうこれ結構ね私は読んでちょっと時間経ってるんですけれども、最後の衝撃っていうのはまあなかなか忘れられませんよね。そろそろ文庫化するのかななんてちょっと期待してるんですがどうかな。文庫化したら、もしかしたら最後にね著者の後書きなんかもついてくるかなと思うんですが、後書きがついてたら文庫も買うと思ってるところです。そこのね後書きのところに、この作品がどうやって生まれたのかなんてね書いてくださっていたらな嬉しいななんていうちょっと夢物語かもしれませんが、はい、ちょっと期待しているところです。文庫になったらねまたね買いやすいかなと思いますので、ぜひね一回読んでみてほしい作品です。ちょっとね読み終わって本を閉じたらしばらく放心状態になること受け合いです。で文庫の方はさっきもちょっとちらっとお話ししましたが東野圭吾さんのねガリレオシリーズ、こちらは3冊まで読んでます私は。はい、ドラマの方やドラマの方はちょこちょこ見てるし映画の方はほぼ全部見てるかな。最新作だけまだ見れてないんですけれどもそれ以外は全部見てるので、映像の方はもうかなりもう見てるんですけれども小説の方はまだちょっと3冊で溜まっちゃってます。はい、でもね全部読もうと思ってるところです。このガリレオシリーズって主人公の湯川学と、相棒役の刑事草薙が、巻を追うごとにね年齢を重ねていったり、職場で昇給していったりとするんですよ。なので巻を追うごとに物語の中でも時間が経っているっていうのが、感じられるんですよ。時の流れが感じられるんですね。
そこが私はなんかこうねシリーズを追いかけていく醍醐味の一つかななんて思っていて、はい、シリーズ大好き人間としてはねそこもシリーズを追いかけるところの魅力かなって思ってます。あと湯川先生と草薙のこう関係性なんかも少しずつ変化があったりもするので、そこもね面白いところの一つかなと思ってます。東野圭吾さんのミステリーはこう謎解きだけじゃなくって、人間の心理描写だったり情景描写もしっかり描いてくださるので、本当にね、読み終わった後のこの満足感っていうのが大きいんじゃないかなと思ってます。はい、あとは、私にはちょっと珍しいんですが、海外ミステリーですね。ホリー・ジャクソンさんの海外ミステリー2冊読んでます。最新刊は積んどくになってるんですよね。読まなきゃいけないな。完結巻ですね。シール3冊目で完結ということで、はい、読もうと思ってます。実は調べてたら、このシリーズ1巻目の自由研究には向かない殺人シリーズ1巻目ですね。これの前日談が今年の1月に発売ということで、受験生には謎解きに向かないっていう作品かな。前日談が描かれる作品が出てるってことで、ちょっと私シリーズ完結巻まだ読めてないんですけれども、そっちも買わなきゃいけないなと思ってるところです。物語としては、女子高生のピップっていうね女の子が、抜群の行動力と推理力で、彼女が住む町で起きた事件について事件の真相のね謎を追っていくという感じで進んでいきます。素人探偵の危なっかしさもあってちょっとねそのあたりが面白くって、それに加えて、最後のまさかの結末には驚かされます。分厚いんですけれども物語にね起伏がいっぱいありますので案外ね読み切れるんじゃないかなと思います。海外小説初めてあんまり読んだことないよっていう方は、特にねおすすめかなと思います。とっても面白いのでね、私も海外小説結構素人なんですけれども読み切れちゃいました。面白かったです。はい、7マス目来ました。ここからは文庫のみになります。私は、持ちやすさとお値段の手頃さから単行本か文庫かどちらかといえば、文庫の方が好きなので、数は自然と文庫本の方が多くなります。で、ここのマス目、ここの棚は何といっても宮部みゆきさんの作品がたくさん並びます。私が宮部沼にハマった作品、貨車は私にとって大切な一冊となっています。はい、7マス目ですね。ここからは文庫のみになります。やっぱりね、もう印象的というか目を引きますのは宮部みゆきさんの模倣犯かなと思います。全5冊読了しています。いやー、暗いですね、表紙ね。かなりダークな感じですが、物語も結構ダークなので、とってもね、物語に合っているなと思うところです。あとは道尾修介さんの作品は4作品ありますね。はい、どれも面白かったですね。あと湊かなえさんの作品もちょこっとあります。あと、本の雑誌ですね。先ほども実はあったんですが、本の雑誌系も結構私好きで本屋さんに行ったら、チェックしています。本好きとしてはやっぱ本にまつわる話っていうのは物語だけじゃなくて雑誌なんかもねやっぱり読んでいて面白いですよね。緑色の表紙のねミステリーガイドっていうのがあるんですけれども、有名な書評家さんたちが、いろんなミステリー作品、ミステリー作家さんについてね熱く語ってくださっている作品なんですけれども、あちらに関しては1本動画で、詳しくお話ししていますので気になるという方は遊びに来てもらえると嬉しいなと思います。はい、7マス目ですね。でここはもう文庫のみなんですけれども、まずは道尾修介さんですよ。道尾修介さんの作品って私、4作品しか読んでないんですけれども、私の中で道尾修介さんって外れないと思ってるんですけれども、そんな外れのない作家さんの道尾さんの作品でまずは特にって言われるとやっぱり挙げずにはいられないのがこのカラスの親指とファイルの小指ですよね。これも知ってる方多いかと思います。カラスの親指に関しては実写映画化もしてますのでね、知っている方も多いかなと思います。詐欺師を主人公としていまして、かなりねエンタメ性に寄せている作品で、本当にね面白くって、映像化してるっていうのもあるんですけれども、本当にね、目の前で本を読んでいると目の前でこう映像が浮かび上がってくるような感じで、とってもハラハラドキドキスリリングさがあって面白い作品です。ただそれだけでも十分面白いんですけれども、こちら2作品ともね最後の結末が
まさかの展開でして、どっちももう本当にね度肝を抜かれるんですが、特にカラスのメルディの結末は本当腰抜かしますよ。本当にびっくりします。いや結構ねいろんな方がおすすめされているっていうのがよく分かった作品です。読んだらよく分かった。これはもう誰かに言わずにはいられない作品でした。めちゃめちゃ面白かったです。あとはさっきもねちょっとお話しした後半ですよ。ちょっともう5冊もありますけれども、5冊ある上に1冊ずつね結構分厚いのですよほらね、すごいですよね。いやなんかほんと贅沢な構成ですよね。こんなの、読ませていただいています。近代ミステリーのね金字塔と言われていて、ネットフリックスで、実写化もされているみたいですね。全世界配信で、こんな感じで、連続誘拐殺人事件が物語の核になってるんですけれども、結構グロいです。エロもグロも容赦ないんですけれども、なので私はどちらかというとその手は苦手なんですけれども、なのでちょっとね目を覆いたくなるようなシーンとかも正直あったけど、でもね面白いんですよね。面白かった。先が気になって本当にね本にこうのめり込んでいくような感覚になりましたね。本当に面白かったです。その連続誘拐殺人事件のを、本当にねこれでもかっていうぐらい多重的に、描かれていまして、本当に今まで読んだことのない物語でした。でとっても印象的に残ったので、実は書評動画も撮って編集もしているので、ちょっとね出すタイミングいつにしようかなって悩んでるところなんですけれども、もう動画自体はできていますので、またね動画が上がったら遊びに来てもらえると嬉しいです。長編ゆえにねちょっとこう一読では拾いきれなかった細かい内容とか細かい描写なんかもあるんじゃないかなと思ってるので、めちゃくちゃ長いんですけれどもどこかで再読したいなと思っている作品です。はい、8マス目に来ました。ここも文庫のみですね。ここは何といっても森博さんの S&M シリーズが並びます。シリーズ10冊10巻まであるんですが、私は8巻まで読了しています。で、ラスト2巻の方も実はすでに買っていて、いつでも読める状態なんですけれども、大好きでしてこのシリーズ、終わってしまうのが寂しくってなかなか、読めずにいます。寝かせてしまっているのですが、そろそろ読まないといけないなと思っているところです。渡辺ポンさんのやめてみたシリーズですね。こちら漫画なんですけれども、中はね、著者の渡辺ポンさんがいろんなことをやめてみた。断捨離だったり、あとはダイエットのために食事制限をしてみたりっていうね、感じで、くすっと笑えるところがいっぱいあったり、でもねこうふと考えさせられる場面もあったりと、漫画という読みやすさもあって本当にね面白かったです。他にもねシリーズいくつか出てるので、残りのねシリーズの方も買いたいなと思ってるところです。あとは、森博さんの S&M シリーズですね。並べると壮観かなと思いますが、そう封印サイドだけに帯がないんですよ。帯付きのに出会えなくって、出会えたらちょっと差し替えたいななんか思ってるんですけれども、帯付きがあるとねまたね素敵かなと思うんですけれども、ここもね文庫だけになりますね。8マス目になります。まずはあれですよ、宿野薫さんのルビーの粒が割れた。これ読んだことある方いらっしゃいますか？これもう本当にすごい作品なんです。これねページ数だけで言うと実はすごく少ないんですよ。解説というか編集者さんの付記が最後にあるんですけれども、それを除いて本編だけで170ページなんですよ。ちなみにこれ今持っててまだ手元にあるんだけどまだ読んでないよっていう方は絶対に最後からページめくらないでくださいね。最後にめちゃくちゃ驚きの展開があるので絶対後ろからページはめくらないでください。で、物語としては170ページとめちゃくちゃ薄いんですよ。でもめちゃくちゃ衝撃を受けます。いやーこれはねもう一気読みだったんですよ。私は170ページぐらいだったのでね一気読みさせてもらったんですが本当に驚きました。
大学時代知り合いだった男女が、中年になって偶然Facebook でまた再会をし、Facebook 上でのメッセージをやり取りしていくという流れになっていきます。で、Facebook のメッセージだけなんですよ。メッセージのやり取りのみでこう物語進んでいくので、お手紙のやり取りのような書簡体小説のような雰囲気もありました。で物語前半の方は、久しぶりに会った男女、会ったといってもFacebook 上なんですが、Facebook 上で久しぶりに会った男女が、ちょっとぎこちないながらも、再会を喜ぶようなやり取りにちょっとね微笑ましくも思えたりしていて、特に最初は特に何も思うこともなく読み進めていくんですが、中盤からちょっとね様子がおかしくなってきてで最後の結末ですよ。もう本当にたまりました。私は今これは何を読まされているんだっていう感じでびっくりしましたね。本を閉じてすっごいしげしげと本を見ちゃいました。これは一体何なんだっていう感じで本当に衝撃でしたね。はい。ただちょっとね性描写に近いような内容もありますので、苦手な方はちょっとご留意いただきたいんですけれども、衝撃欲しいよ、本を読んで衝撃欲しいよっていう方はもうぜひ手に取ってほしい作品です。はい。はい、あとは S&M シリーズですね。ちょっと一気に手に持てないから3冊ぐらい持とうかな。私はシリーズ全10冊のうち、8作品まで読んでます。はい、8作までね読めてます。で、残りの2冊、シリーズ残りの2冊も買って積んどくになってます。もうね大好きなんですよこのシリーズ。だからね読んだら終わっちゃうじゃないですかシリーズが。もう終わってほしくなさすぎて、もう作品としてはすでにもうとっくの昔に完結してるんですけれども、こう自分で読んでなければ物語は終わってないみたいな意地になってまして、楽しみすぎて撮ったままになってます。はい。でもねシリーズ10作絶対読みますよ。読んでもし、ご要望があれば、シリーズ全10作の感想をまとめて1本の動画にしてみようかななんて思ってるんですけれども、はい、ちょっとねご要望があればっていう感じなんですが、はい、コメントで教えてもらえると嬉しいです。物語のあらすじとしては、大学で、教鞭を取る才川助教授と、それが才川先生がね探偵役なんですけれども、探偵役の才川先生と、お嬢様学生のワトソン役でもある、西野園萌ちゃん、この2人が殺人事件の謎に挑んでいくっていうあらすじになっています。でこの探偵役の才川先生もワトソン役の萌ちゃんも天才なんですよ。めちゃめちゃ頭がいいですね。でこの主要キャスト2人のみならず、登場する他のメンバーたちも天才ばっかり出てくるんですよ。これがまたねこのシリーズの特徴かなと思うんですけども、物語に天才って大体1人じゃないですか。このシリーズは天才ばっかり出てくるんですよ。そこがすごく面白いんですけれども、なのでこの作品を読むほどにこう自分もまるでちょっと天才に近づいたような気になっちゃうっていうか、読み終わった後ミステリーとしての謎解きも面白かったなって思うんですけれども、ちょっと自分も一皮むけたような感覚が私はしてしまってたまっちゃうんですよね。はい。あんまりこのシリーズ作品でしか得られない楽しみ、面白さがあるなと個人的には思ってます。理系ミステリーでねちょっと話難しいんじゃないかなと思って、懸念されている方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとね難しいお話もないことはないんですけれども、軽く読み飛ばしても読み流しても、面白いと思います。楽しめます。私も、完全にその難しいお話理解しているかって言われると、ちょっとクエスチョンなんですけれども、そんな私でもめちゃくちゃ楽しめます。楽しみすぎて8冊まで読んでるのでね、本当に楽しめます。なのでまずはお試しとしてね、シリーズ1巻全てが F になる、まずはこちらから読んでみてほしいなと思います。はい、メインの小説の方は、上段2列で終わっていまして、はい、ここからはちょっと簡単に、下の段もご紹介していきたいなと思います。はい、まずはここどういうくくりかっていうと、読んですぐの作品を一旦ここにプールしています。一番最初にもねお話ししたかと思うんですが、上段2列2段は、作者さんのお名前50音順に並べていまして、読むたびに、作者さんのお名前探して並び替えるっていうのは結構ね重労働なので、読んだ作品は一旦ここにプールさしてある程度溜まってきたら並び替える、そんな風にしています。なのでここは一旦プールゾーンですね。
最近読んだのは、動画もねすでに上がっているかと思うんですが、直木賞の候補作の作品が並んでいます。ちょっとね撮影段階では対象作品何かっていうのがわからないんですが、はい、6作品ともめちゃくちゃ面白かったです。で、隣の棚はちょっと一旦飛ばして、ここね2つ行きたいんですけど、こんな感じで、ハリーポッターとダレンシャンがメインですね。私が小学生の時に初めてハリーポッターと賢者の石を小学校の図書館で借りて読んだんですけれども、そこからですね、本にドハマりしたきっかけの作品です。はい、もうそこから、貪るように読みました。かなりページ数多いんですけれども、子供ながらによく読んだなと思うぐらいページ数は多いんですけれども、読み切れた理由はやっぱりね面白いからこれにつきますよね。映画の方も見ています。全部映画も見ているし本も読んでいます。でちなみにハリーポッターの方はシリーズ作品今ね、単行本の方想定変わってると思います。ただ、新しい想定もねとても素敵で、本屋さんでも見たんですけれども、とても素敵だなと思ったんですが、旧想定の方がね思い出深かったので、メルカリでまとめ売りされている方、備品をねまとめ売りされている方がいらしたので、そちらで大人買いさせていただきました。でお隣はダレンシャンですね。ダレンシャンもハリーポッターの次にハマった作品ですね。こちらも小学生時分に読んでいます。で大人になってまたちょっとね手元に置いておきたいななんて思って大人買いした作品です。こちらもメルカリで、備品をまとめ売りしてくださっている方がいらっしゃったので、そちらで購入させていただきました。でダレンシャンの前に、ちょっとだけ漫画あるんですけれども、鏡の古城は言うまでもなく大好きだから漫画版も購入しているという感じですね。あと早々のフリーレンと図書館の大魔術師、こちらもなんか口コミがよくってなんとなく手に取ったんですけれども、全然シリーズ追いかけきれていません。はい、でもね漫画もちょっと本の間に読書時間の合間に読んだりとかするといいね気分転換にもなるし、そもそもね漫画面白いから、大好きです。でハリーポッターの前にあるものは、後ほどご紹介しようかなと思ってるんですが、ブックカバーを入れている、本風のケースになっています。青のやつと赤のやつはそうですね。あれは、本ではなくって本型の入れ物ケースになっています。その隣は、夏の文庫フェアの、冊子ですね。無料でいただける冊子が何年分かな、3、4年分ぐらいあると思います。もっとあるかな、もうちょっとあるかもしれない。3、4年、4、5年分ぐらいあります。その当時じっくり読んだっていうのがあるので、ちょっと思い出深くて思い出の品という感じで横に置いています。はい。で、下の方はこんな感じで、ビジネス書がいっぱいあるんですよ、実はね、我が家はね。はい。こちらは主に、パパさんの品揃えラインナップになっています。はい、こんな感じですね。あとちょっとこっちにも雑誌なんかもちょろっとあったりします。あと料理本とかもあったりします。ちょっと本当にねリアルな本棚で申し訳ないんですが、はい、こんな感じです。でビジネス書の方は私もねいくつかは読んでいるので、そうだな3作ほど、ちょっと簡単にご紹介しようかなと思ってます。はい。ちなみに一番下はパパさんの、お仕事というかそういった感じのファイルと、ガジェット入れというかそんな感じですね。入れ物が入ってます。はい、これで我が家の本棚の全容でございます。はい、最後にちょっとね先ほどもお見せしたんですけど、ビジネス書もね実は結構あるんですよ。で主にパパさんが買ってきてて、パパさんが読んでるんですけれども、私もちょこちょこ読ませていただいていまして、で私が読んだ中で特にね面白いなと思ったものを、3冊ほどご紹介したいんですけれども、まずはこのシュードックですね。ナイキ創業者のフィル・ナイトさんが書かれている作品です。ご自身がナイキというブランドを立ち上げる前の段階から立ち上げてから、そして、現在までの日々を綴っている作品で、自伝に近い作品なんですけれども、本当にねいろんなフィル・ナイトさんの人生に本当にいろんなことが起きますので、その人生の起伏が物語にも起伏が生まれて、とってもね面白かったです。
こういうのを読むと一つのことを成し遂げようと思うと、半端な覚悟ではできないんだなっていうのがよくわかります。ちょっとね泣けるシーンなんかもありました。すごく面白かったです。あとはネルソン・マンデラさんの行動哲学、信念に生きるネルソン・マンデラの行動哲学っていう作品ですね。こちらはネルソン・マンデラと2年間寝食を共にした著者が綴った日記になります。はい。私は映画ですね、ラグビーの映画が好きで、あれはね2回ぐらい見てるんですけれども、そんなネルソン・マンデラさんの、人となりですとか、彼の人生が、よく伝わる作品でした。こちらも勇気をもらえる部分だったり泣ける部分もあったりと、面白かったですね。自伝に近いんですけれども面白かったです。ネルソン・マンデラさんのね人生を見たら、私の悩みなんかちっぽけだなって改めて思います。はい、生きる糧になりますね。はい。で最後滝本哲文さんの未来の授業っていう作品ですね。こちら漫画と文章と、イラストとか写真とかが入っていて、とっても読みやすいです。いろんな偉人たちが登場して、その偉人がどんなことを成し遂げたのかっていうのが、書いていて、その偉人が成し遂げたものから私たちは何を学べるのか、そんなことを、かなりね噛み砕いてご紹介してくださっています。これもねめちゃくちゃ面白くって、はい。これはねちょっとね子供たちにも読ませたいなと思ってて、まだ子供たちは小さいので読めないんですけれども、読めるようになったらね読ませたいなと思ってるぐらい、本当に大人だけでなく子供にも読んでほしい作品ですね。これもこういう作品を読むと、偉人たちは、天才、最初から天才なわけではなくて努力してその地位にある、そういうのがよく伝わるので勇気をもらえると言いますか、読んでいて元気をもらえます。あとねイラストもたくさんあるのでとっても読みやすいです。もし、これね、完全にはルビが振ってるんですよ。全部じゃないんですけれども、大半がルビ振ってますので、小学校そうだな高学年ぐらいだったら読めるかなと思うので、何か小学校高学年以上のお子さんにプレゼントを何か探しているっていう方はねちょっとおすすめです。これプレゼントしたら結構喜ばれるんじゃないかなと思います。はい、最後にちょっと番外編じゃないんですけれども、ブックカバーとかしおり、本周りのアイテムも結構集めてまして、そちらをねちょっと収納しているのがありますので、最後ざーっとですが、ブックカバーとしおりご紹介したいなと思います。でこっちの本型のケースにはブックカバー、こっちにはしおりとその他もろもろが入っているファイルがありますので、まずはブックカバーの方からねご紹介したいと思います。はい、ブックカバーですが、ちょっとこれねいつも使ってるからケースに入れずにそのままなんですが、はい、紀ノ国屋書店のオンラインで購入したブックカバーですね。これすごく使い勝手よくって、はい、日常使いしているものです。でこのケースには、はい、ブックカバーこんな感じで収納してます。ちょっと広げてみますね。はい、ブックカバーですね。こちら広げてみました。これは無印で買って、これは本屋さんかなで買ったもので、このディズニーのやつはメルカリで買ったかなと思います。実はディズニー大好きなので、ディズニーのブックカバーもあります。あとは、ここの2つは、ピクサーのなんか展示会みたいなのがあって、期間限定のイベントがあって、それで購入しました。そこで購入しました。で、これは講談社がフェアやってた時期があって、そのフェア対象本を買うともらえるっていうカバーで、ちょっとねクリアファイルみたいな素材なんですよねになってて、私はちょっともったいなくてできてないんですけど、ここを切り取るとしおりになるんですよね、全部。こっちもそう、はい、っていうやつですね。はい、可愛いなと思います。はい、ちょっとアップにもしてみましょうか。これが先ほどお話ししたピクサーのやつですね。モンスターズインクです。ピクサーのキャラクターが勢ぞろいしてるやつですね。これもちょっと布っぽい生地で、結構ね持ちやすくて好きです。はい、可愛いし使いやすい。ディズニーのやつもちょっと一応アップで、はい、シンデレラ、アリス、ティンカーベル、アリエル。これは本屋さんで買ったやつで、はい、これもね布ですごい使いやすいです。しおりもついてます。あとは無印。これがねなんか地味に使い勝手いいですね、無地のやつがね。はい。
あと最後ご紹介し忘れてたんですが、これはヨマニャですね。でこれは、結構前に、メルカリでちょっと何の本だったか忘れたんですけども、メルカリで本買わせていただいた時にその出品者さんがつけてくださってたんですよ。はい、それで、届いてすごい嬉しかった。全然ね購入ページにそういったものを記載してなかったんですけれども、サプライズというかサプライズでつけてくださっていて、大事にしているものです。で今紹介したブックカバーはこっちのケースに入ってるんですけど、これを入れてるケースは1回ね質問をもらってたんですけど、これもメルカリで買って、だから私が直接買ったわけじゃないからどこで売ってるかちょっとわからないんですけども、本型の小物入れみたいな感じで検索したら出てきたと思います。ちょっと結構買ったのもね結構前なんですけど、すごい可愛いですよね。で、もう一個ね収納してるこっちのケースはディズニーで買ったものです。お菓子が入ってました。美女と野獣のエリアのお土産屋さんで買ったやつです。これはねもしかしたら持ってる方多いかもしれませんね。これも可愛いです。で、次はこっちのファイルなんですけど、ちょっとねシールとか貼ろうかなと思ってたんですが、ちょっとね迷って結局そのまま何にも貼らずに真っ白なままなんですが、これにも、本周りの小物が入ってます。まずはブックカバーつながりで、実はこっちにもブックカバー系が入ってまして、これも講談社のフェアやってた時に対象本買ったら1個もらえるってやつでもらったやつですね。ちょっとまだ使ってないんですけど、文庫本が入る文庫本ポーチですね。あとはこれも購入本か動画でお紹介している紀ノ国屋書店の限定カバーの汝星のごとくの、特典の一つとして、もらえたものみたいで、これもねメルカリで買ったので、どういった経緯で手にされたのかちょっとわからないんですけども、おそらくその、特装版の本を買ったら一つもらえるみたいな感じだったのかなと思うんですが、うちわですね。めちゃくちゃ素敵です。こんなのもったいなくてうちわとしては使えないんですが大事に取ってます。ここからは紙のブックカバーですね。本屋さんで本を買ったら、もらえるじゃないですか。つけますかって聞かれたらつけますって言ったらつけてくださるやつですね。そのやつです。でこれ、ちょっとパラパラっとめくっていくんですが、これはねこことこことここは、大垣書店っていう本屋さんで限定で出てたやつなんです。限定でつけてもらえるカバーでした。でこの辺は三照堂書店さんかな。三照堂書店さんで本買ったらつけてくださったやつですね。あとこれは紀ノ国屋書店。やっぱりこれね紀ノ国屋のはシンプルでおしゃれですよね。こっち向きか。すごく素敵ですよね。あとこれも三省堂書店さんのブックカバーです。これも結構好きですね。茶色に赤で素敵です。あとはこれはブックスタジオさんので、あとこれは出そうか。これは皆さん本好きの人なら知ってるかどうかと思いますが、山陽堂書店さんのですよ。ここね私本屋さん自体はずっと行きたいなと思ってるんですが行ったことないんですよ。いつかは行ってみたい本屋さんなんですが、そこの有名な山陽堂書店さんで本を買うとつけてくださるブックカバーなんですよ。で本屋さん行ってないのになんで私カバー持ってるかっていうと、これも何の本だったか忘れたんですがメルカリで本を買ったらカバーつけてくださってたんですよ。もうめちゃくちゃ嬉しかったこのカバーすっごい可愛くて憧れるというか、山陽堂書店さんに行かないともらえないやつなので憧れのブックカバーが七夕的にゲットできたのでめちゃくちゃ嬉しくって、でちょっと使ってたんですよ嬉しさで。なのでちょっと塩があるんですけれども、今はちょっと大事に、もうそろそろ破れちゃったら困るなと思って今はファイルで大事にしまってるんですけれども、一時はね結構頻繁に使ってました。すごく大事にしているものです。ここは、川又書店さんっていう本屋さんのブックカバー、ブックエースさんの単行本のカバーの方ですね。あとこれはね、未来屋書店さんだったかなのブックカバーですね。これも素敵です。で最後は純駆動。でここからはこっちはねしおりが入ってるんです。ちなみにめちゃくちゃしおり入ってるのでちょっとダダっとご紹介していきますね。ざっとこんな感じで収納してます。でまずね最初にこのファイルもそうなんです。このファイルもそうなんですが、ファイルとこのレフィル、これ何なのかっていうとキャンドゥで買ったんですけど、
ロングステッカー収納リフィルっていうものを使ってます。こんな感じでね、しおり入れられますよっていうリフィルが売ってたんですよ、キャンドゥで。ちなみにさっきの紙のブックカバー入れてるのはこっち、同じシリーズの、これは普通に A4 サイズのうちのクリアファイルなんですけれども、はい、これで入れてます。で、このファイル、白のファイル自体もちょっとね、外袋を捨ててしまってないんですけれども、この同じくマイコレシリーズのファイル、専用ファイルが一緒に売ってたので、それで収納してます。なので、さっきの白のファイルと中身のものは全部このマイコレシリーズのものです。このね、しおりの収納方法ってかなり、悩んだっていうか、どういうふうにしようかなってかなり悩んでいろいろ調べた結果、今はこれに落ち着いてます。ちょうどね、しおり入れられるサイズのが売ってくださってて、はい、ありがたいんですけれども、なのでしおりの収納方法ちょっとね迷ってるよっていう方はちょっと参考にしてみてください。キャンドゥで買いました。100円です。はい、ちょっと後ろが透けちゃうので紙入れます。でまず最初角革ですね。角革と文集文庫、これは本に入ってたものですね。次は講談社ですね。講談社のヨムークとか書いてますね。可愛いですよね、ヨムークね。あとはここからは怒涛の夏市です。こっち向きの方がいいかな。柄がいっぱいあって本当にね集めたくなっちゃいますよね。次はここからは文庫フェアでもらえるものです。文庫フェア対象本を、購入すると1冊1個いただけるものですね。上段の方はマグネットしおり、こっちはブックバンドですね。こっちもブックバンド。下が何だったっけ、画面クリーナーだ。画面クリーナーですね。はい。ちなみにこのねブックバンドって使ったことある方いらっしゃるかなどうかなと思うんですが、本をねこうパチンってこう輪ゴムになって留めておくものなんですけれども、本をねそのままカバンの中に入れちゃうとバサバサってこう広がっちゃって本が傷んでしまいますけれども、これでゴムで留めておくと、本のダメージが最小限に済むよっていう感じで、結構ね重宝してて、今ここにあるのは、保管用に、未開封のまま入れてるんですけれども、いくつか開封して普通に使用しています。カバンにね小さいから2つぐらい入れていて、はい、出先でねちょっと本1冊欲しくなっちゃったなとか、そういう時とかに、袋とかはね今もう、有料ですから基本的にはもらわずに1冊だけ買った場合はそのままもらってブックバンドで留めてカバンに入れるっていう感じでしています。ちなみにねこれお弁当のゴムバンドに似てるかなと思うんですが、我が家では白玉さんの幼稚園に持っていくお弁当箱も、実はこのお弁当のゴムバンドとしても使ってます。はい、なので本だけじゃなくてお弁当箱も留めることができます。はい、万能ですね。はい、ここは、新潮文庫のキュンタくんです。はい、これめちゃくちゃ可愛いですよね。はい。あとここもキュンタくんですが、文庫フェアでねもらえるものです。1冊買うと1個もらえるっていう内輪型のしおりですね。夜バージョン、はい、可愛いですね。ここはキュンタくんの、ステンドグラス風しおり、はい、これステンドグラスみたいになってて、ここ透けるんですよね。これがね後ろが透けるのがこう夏っぽくてすごく可愛いなと思います。パパさんもねこれはねすごいね素敵だって言ってましたね。はい、男女問わず使えるものかなと思います。はい、でここは私の大好きな読書が大好きになったきっかけのハリーポッターのしおりです。この下2つは本を買ったらついてきたものですね。はい、これは確かねポストカードだったと思います。はい、しおりじゃないんですけれども一緒にね入れちゃってます。この2枚は、以前購入品でご紹介しているものです。ステッカーですね。これもサイズ的にしおりに使えるかなと思ってここにしおりのファイルに入れてるんですけども、はい、でもねちょっと可愛くって使えずにいます。はい、でもこれすごく可愛いですよね。パソコンとか、ステッカーなのでトランクとかにも貼れるかなと思います。ちょっとアニメっぽくて素敵だなと思います。はい、次は、川俣書店さんっていう本屋さんで、本を買うと無料でいただけるしおりですね。私は、7種類カラーリング持ってるんですが、確かにもっとありました。もっといろんな種類のカラーリングのものがありました。こんなにね、カラーバリエーションがあるしおりっていうのもちょっと珍しいかなと思います。はい、おしゃれですよね。
はい、ここからはいろいろですね、あまりくくりなく収納しています。上段のちょっと横向きにしますが、ディズニーのものは、先ほどのブックカバーと同じくピクサーの、展示会みたいなイベントが、特別なイベントがあったんですけれども、期間限定でねあったんですけれども、そちらで購入したものです。全部ね素材がこうプラスチックになってて、結構ねしっかりしてるんですよ。なので、文庫も、ギリギリ入ります。でもねやっぱり単行本にぴったりで、はい、今はねちょっとファイルに入れてるんですけれども、普通に使ってます。はい、丈夫ですごく可愛いし、はい、大事にしているものです。はい、ディズニー大好きなんでね、私、本周りのものでディズニーアイテムがあるともうちょっとね、買わずにはいられない感じです。あと下はこことここは本屋さんでもらったもので、これはね本買った時についてたものですね。メフィストリーダーズクラブの、しおりです。でこれは、これもね購入品で紹介している紀ノ国屋オンラインで、カバンとかブックカバーを買った時についてたタグなんですよ。タグがしおり状になってたので、綺麗にここ点線切り抜いて、はい、しおりとして使えるじゃんと思って、はい、大事に取ってます。はい、しおりとして使えるって思ったものの、まだ1回も使ってないです。ファイルに綺麗にしまっております。はい、もったいなくて使えません。はい、この辺もね本屋さんでもらったものですね。いただいたものです。これはあれですね、ハリーポッターのしおりですね。これは、本を買った時についてたものですね。はい、あとこれは、しおりじゃなくてステッカーシールかな、はい、なんですけど、リトルマーメイドの実写を私は公開日に見に行って、もう楽しみすぎて公開日に見に行ったんですけれども、そしたら映画館でねいただいたものです。はい、しおり最後ですね。ここは、無料でいただいたものや本についていたものたちですね。これは、本の作品のしおりですよね。はい、汝星のごとくだったり、星を救うだったり、はい、この 52Hz のクジラたちだったり、はい、この上段、これはね、汝星のごとくは本を買った時についてたもので、この3つは、52Hz のクジラたちと、星を救うですね。これは本屋さんで無料で、テープフリーで配っていたものです。本がね発売されてすぐとかにこういう記念して本屋さんで配っていたりもするので、はい、そういう巡り合わせがあったら必ず1枚はいただいて帰ります。あとこれは冷たい校舎の時は止まる辻村瑞希さんのデビュー作なんですけれども、私愛蔵版を購入させていただきまして、その愛蔵版についていたものです。はい、動画いかがだったでしょうか。ちょっとね今回かなり長くなってしまったかなと思うんですけれども、最後までお付き合いくださり本当にありがとうございます。またね、年に1回ぐらい、本棚紹介していきたいなと思っています。この動画を見てくださった方が少しでも楽しんでもらえたらな、参考にしてもらえたらなと思います。動画最後までお付き合いくださり本当にありがとうございます。チャンネル登録高評価いただけますと更新の励みになります。コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でもお会いできればと思います。バイバーイ。最後にねこの本棚の仕切りについてちょっとお話ししたいんですが、セリアで購入したブックスタンドを愛用しています。ダイソーにも同じ形状のものを売ってるんですが、ダイソーだとね白色なんですよ。ただ私は本棚に合わせて茶色がよくって、なのでセリアでずっと買い続けています。はい、これね2段になっているんですよ。上にも載せられるんですけれども、結構ね強度がしっかりしていますので、本をねみっちり載せても、崩れないのでめちゃくちゃ重宝しています。気になるという方はねぜひ参考にしてみてください。いつもありがとうございます。